はい、始まりました。はい、今回は、低予算デッキちょっとリクエストを一回忘れさせていただきまして低予算のデッキを紹介していくコーナーが爆誕しました。はい。それが今日始まっていきます。はい。やってますけどね、低予算のデッキ。実はやってるっていうやってるんだけど、やってるんだけど全面には全面に押し出していきます。はい。今日は9000円ぐらいで組めるよっていうことで、はい。紹介させていただきます。今日は最高機構長以上です。これ伝説のクリーチャーですか、ね、確かに伝説。なんかね、役職しか書いてない謎のカードなんですね。確かにこれはどの辺ですかこれ。これ兄弟戦争の。兄弟戦争。はい。統率者デッキに入っているカードでございます。はい。こいつが一応能力説明させていただいてよろしいでしょうか。はい。ジェスカイの5マナで05です。05 05ですよ。ただ、あなたはアップキープの開始時に、あなたは X 点ライフを得る。はい。まず、X 点ライフは得るんですが、X はあなたの手札にある枚数から4を引いたうち、例えば、5マナなんで、手札が4枚ぐらいだったら、ライフを得られません。ライフを得られませんね。はい。5枚以上ないと、ライフを得られない。はい、そうです。というのがまずありまして、はい。で、あなたがライフを得るたび、はい、ターン終了時まであなたがコントロールしているすべてのアドバイザーや交渉や文句は警戒を得て X0 の修正を得ます。はいはい、で、X はライフを得た点数に等しいと。うん、で、要は、こいつがアドバイザーなんですが、まず 1体アドバイザーいると。で、5枚以上あればライフ得ることができますので、はい、ライフを得てパンプしていくような感じになるんですかね。それが想像、今パッと見ただけでできるんですが、はい、で一応下の能力でアドバイザーや交渉や文句のうちあなたがコントロールしていてアンタップ状態である3体タップするとカードを1枚引けると、はい、これはあんま使わないと、3体以上そもそも文句やアドバイザーや交渉が並ぶシチュエーションがほぼないので、なるほどなるほど、だって考えてくださいその部族、はい、思いつくやついますかって。だからそうメンターぐらいじゃない文句って言ったらメンターでしょぐらいの、そうなのよ。そういうことなの。アドバイザー交渉ジェス会議なんかいたかなってなりますね。はい。なるんで、あんまり下のところは起動されることがないんですが、一応、ライフ得て、警戒持ってアタックいくんで、アタックいったやつが起きてるから、そのまま次のターンの自分のターンの開始の前のところで、そいつがタップしてドローには当てられますよという。ああ、なるほど。そういう下の能力になってるんですね。そういう一応デザインにはなっています。で、手札が増えれば、またライフ得られるんで、アップキープの効果で。また警戒つきますよ、パワーも上がりますよ、というような形にはなっています。今日はその逃走者をティープさんに紹介していただきますんで、丸投げでお願いしますんで、何からいきますか。はい、こいつですね、当然だから指定されている部族、アドバイザーや交渉や文句の中で、有用なクリーチャーっていうのを投入するという形にはなりますと。でその上でこの効果を生かすために、ライフを得てパンプをすると、ライフを得るのが大事なんですよね。っていうギミックが必要になってきます。でそのライフを得るっていう部分をある程度自動でね、できるようにするために、手札の枚数をある程度高く保つ必要がありますので、必然的に空いてるスロットに関しては、手札が増えるドロー呪文を入れるような構成になっていきます。ではまずですね、皆さん気になってるかもしれない、アドバイザーや交渉や文句、まずそいつが紹介からいくってことですか。なるほど。どんなカードを入れるのかということになります。どんなのがいるのか全然わかんないですね。もちろんこれは低価格、なるほど。低価格のアドバイザーやそもそも高価格でもあんまりいないんじゃないかって何がいるのかちょっとよくわからないんですが、想像つかないですよね。よくわからないんですが、何だろう。ということで、まずアドバイザー、交渉、文句っていうところを紹介していきます。
はい、まず重要なところを紹介させていただくんですけれども、さっきも当然紹介にありましたが、文句といえば、文句といえばメンターですよね。文句といえばメンターです。はい、ましてや一応色10使いなんで、はい、クリーチャー以外のスロットに関しては、はい、当然呪文がたくさん入ってきます。ドロー呪文とか必要なんで、打ち消し呪文も当然必要なんで、なので出てくる文句いっぱい出てくることになりますから、はい、まあエース級クリーチャーとエース級なんですね、こいつは。ということになります。はい、それ以外の文句でですね、要はライフをゲインするっていう効果を兼ねる文句ですね。はい、そんなんいるんですね。そういうのは結構いまして、はい、こんなの使っちゃうのっていうカードにこれもなってくるんですけど、はい、お受胎の額と。全然聞いたことも全くないです。そうでしょ。はい。これはですね、これはですね、クリーチャーでない呪文を唱えるたびに2点ゲインするんですね。そんなのあるんですね。2点ゲインするとめちゃくちゃ弱え。2点ゲインすると一応出てるこの3種の部族はプラス20修正ですから。なるほど、実質44だと。はいはい、一応強いです。はい。それ以外で文句はライフゲインが結構多くて、あ、そうなんですね。オークスの信仰癒し人っていうやつ。はいはい。こいつは1号ハンコンなんですが、はい、ライフを得る場合、はい、2倍得るというカードがあります。すごい。そんなのあるんだ。はい。それ以外の文句。はい。これは普通にやや強い文句。大受胎の竜語りイーシャイ、あ、イーシャイ文句なんですね。こいつ一応文句なんで、まあちょっと場にポンと置いとけば普通にサイズでかくなるし、こいつの能力でね。普通にガチな逃走者でも使ってる人いますよね。はい、逃走者として指定して使う分にはガチなカード、そうですね、ということになります。はい、能力としては4マナの11飛行なんですけれども、対戦相手が呪文を唱えるたびにプラ1プラ1カウンターが置かれていくと。どんどんでかくなっていくと思うんですよね、こいつ。そうですね。でましてやこいつ一応文句だから。なるほど。ライフ得ればそのターンはパワーが上がると。で飛行で回避能力も持ってるんで、アタッカーとしては結構優秀です。かなりライフ削れそうですよね。はい。それ以外でいうと面白いところでいうとですね、早雲の踊り手っていう文句。はい。こいつは2マナ21飛行です、ほぼ。2マナ21飛行。はい。はい。飛んでるっていうことが重要です。はい、まあ一応大変異持ってるんですけど、大変異持ってる。はい。はい、3マナで裏向きにセットして、はい、2マナで表にして、インスタント呪文かソーサリー呪文を1個打ち消すっていうモードあるんですけど、なるほど。はい。ほぼ21のフライヤーとして運用されます。文句だからってことで入れてるんですか？それ今は21文句だからっていう理由で、ほぼそうです。ほぼバニラってこと？ほぼそうです。非行バニラってことですか？こいつを裏向きでセットしたことはほぼない。うん。安いですからね、どう考えても。そうなんですよ。はい。あと面白い文句。はい。これフィニッシャーです。ほぼフィニッシャー。こいつはギスゼライの文句っていう。はい。俺たちのバルダーズゲートの。俺たちのバルダーズゲートのアンコモン。はい。5マナ瞬速飛行で3-2なんですが、場に出た時にあなたがコントロールしていないすべてのクリーチャーをタップすると。なるほど。はい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 。いう効果を持っています。対戦相手のクリーチャー全部タップできると。全部タップできます。はいはいはい。全部タップ、しかも瞬速持ってるんで、自分の直前のターンの終了時に出して相手のブロッカー排除して全部パンチに行くとまあ死にますという形になってます。確かに確かに。パンプできるわけですもんね、ライブゲーション。そうです。確かに確かに。はい。はい。それ以外のところでですね、はい、アドバイザー。今度アドバイザーに移っていく。はい。アドバイザーなんですが、このアドバイザーもね、アドバイザーってなんだっていう世界なんですけど、全然浮かぶカードがない。はい。まず一つはアウグスティン4世帯判事。うげー。こいつはアドバイザーなんですね。アドバイザーか。こいつアドバイザーで、有名なカードですよね。はい。白の呪文は1少なくなって、青の呪文は1少なくなって、対戦相手がプレイする呪文のコストは1上がる。上がりますね。はい。これもだいぶ安いカードになってます。安いんですよね。はい。再録されてるんで結構。あ、そうですよね。うん。で、こいつを出すと、まあ要は最高機密長のマナコスト2下がるんで、確かに確かに。はい。3マナで出てくるっていう形になりまして、神谷は非常にいい。はい。っていうカードになります。ヘイトは一気に上がりますけど大丈夫ですか？ヘイト一気に上がるんですが、このデッキ実はヘイト上がっても結構大丈夫で、なるほど。っていうのは、ライフゲインをギミックの中に組み込んでいるので、なるほどね、殴られようが関係ねえってことか。通常ダメージに関しては、いくら受けても結構大丈夫。なるほど、確かに、そこ面白いですね。確かに。っていう形になってます。はい。他のアドバイザー、熟練の魔術師ハーキル。最近目のカードですよね。そうですね。はい。3マナ24で終了ステップの開始時にクリーチャーでない呪文を唱えていた場合は、5枚公開してライブラリの上から、でその唱えた呪文と共通のタイプを持つカードを1枚手札に加えて残りを下に置くというカードになってまして、まあ要はアドゲンです。なるほど。はい。
それ以外で面白いところは、編集長デイリークイーンっていうアドバイザー、こいつはですね、場に出た時に、プラ1プラ1カウンターか先制攻撃カウンターか、警戒カウンターのうち1個選んで場に出るんですけれども、トークンでないクリーチャーが出るたびに、こいつの上に乗ってるカウンターと同じものをそいつの上にも置くというカードになってます。これは先制攻撃を置きます、基本的に。なるほど、絶対パワーがパンプされるから。そうです。プラ1プラ1カウンターとか警戒はもうどうでもいいんで、警戒つくので先制攻撃をつける。なぜなら最高機構長のパンプ効果はパワーだけなので。なるほどなるほど。っていうカードです。あれ、交渉がいないじゃないか。交渉いないですね。交渉いないですか。交渉いないですかってみんな思ったかもしれないですけど、交渉はこいつですね。交渉一体だけ。この設計図盗みっていう交渉です。聞いたことね。知らないんですか。こいつカジュアル界だとですね、ベース級の活躍をするんですけど。そうなんですか。こいつ4マナで飛んでて、3/3なんですけど、こいつがプレイヤーに戦闘ダメージを与えると、そのプレイヤーがコントロールしているアーティファクト1つをコピーすると。やばいですね。相手のソルリングコピーしちゃう。で自分のマナー伸びちゃう仕様になっています。もう一体実は交渉いまして、厄介なお牛っていうやつなんですけど、厄介者のお牛、お牛の厄介者じゃお牛の厄介者、名前がちょっと覚えられない。いつまでたってこいつ俺はこいつの名前いつまでたって覚えられないですよね。厄介者のお牛でございます。お牛の厄介者じゃなかったし、どっちだったかな。どっちだったかなっていう。とりあえずこいつはもう全てであるっていう。そうです。交渉でもあり、文句でもあり、軍団でもあるっていう。そうですね。おっしゃる通りでございます。っていうようなクリーチャーを展開していきます。で、ライフをゲインするっていうところが大変重要になってきますので、どんなカードで、ライフをゲインしていくのかっていうところになるんですけれども、このデッキの中でライフのゲイン量っていう意味ではかなり優秀なのは、ベンセールの日誌っていう、5マナのアーティファクトなんですけど、まず手札の上限がなくなるってのはいいですよね。そうですね。手札の上限なくなることによって、手札増えればだけど、最高機構長の、ライフゲインの効果も上乗せできますし、こいつの効果としてはアップキープの開始時に手札にあるカード1枚につき1点のライフを得る。面白いな。なるほど。だから仮に4枚なら、当然4点ゲインですし、5枚なら6点ゲインってことですか。そうなりますね。機構長の効果と合わせて。で当然その分のパワーが場に出てる3種類のクリーチャーについてはかかるということになりますので、マナコストに見合った働きはしてくれます。なるほど。それ以外にライフをゲインしてパンプしていく効果なんですけど、この勇気の餅っていうカード、エンチャントなんですけど、3マナであなたのライフの総量が初期ライフ総量以上であれば11修正と。こっちの方はどうでもいいんですよ。あんまり起きないんで、もちろん減減していったら起きることはあるんですけど、言うて1なんで修正値が。下の効果の方が重要で、あなたがコントロールしているクリーチャーが1体以上攻撃するたび、あなたは攻撃クリーチャーの総数に等しい点数のライフを得ます。なので、これ5体とかでアタックいけば、そんなにいるかどうかは別としてね、5-0修正かかるっていう形になりますので、結構打点が上がる、かつゲインもできるというカードになっています。これまでライフを得た瞬間、どこのタイミングですかね、これ。攻撃するたび、攻撃するたびだから総数点ライフを得て、その瞬間にこの、そのコマンダーの能力でもう修正が入るってあったんですか。そうです。もちろんスタックには載りますけど、なるほど。ライフを得るたび、もう修正かかっていきます。それ以外のところで言うと、もう回復量が多くて、即死級になってくる呪文と、それよりちょっとちっちゃい小細工系の呪文という形になるんですけれども、一つは稲妻の螺旋。こんなの使っちゃうんですね。これこんなの使っちゃってる人は見たことないですけど、このデッキが使わないんじゃないかなと思ってるんですが、3点与えて3点ゲインするという効果でございますが、非常にうまくいけばね、判事を除去して3-0修正かかってパンチできると。判事でも処すってこと出てないですよ。
まあでもそういう要は厄介なシステムクリーチャーを除去しつつ全体パンプの呪文ということになります。はい、で、いう感じで戦っていくんですが、これ面白いのはね、対戦相手からすると厄介なことになるんだけれども、なんか大室にですね、パンチしてくるんですよ、このアドバイザー文句。なんとね、いきなりなんかとりあえずパンチしますってすると、だから要はインスタントでライフゲインするとパンプされるから急にパンプされるから、下手にブロックできないんだけど、通すと言うとまずいことになるケースがありまして、そうなんですね。なるほど。そういうカードを紹介するんですけれども、一番まずいの、不死のしるべっていうカードありまして、なるほど。6マナのインスタントなんですけれども、これはプレイヤー1人を対象にして、そのプレイヤーのライフの総量を2倍にします。すげえとすると何が起きるんですっていう話なんですけど、例えば20点ぐらい40点ぐらいね回復したら40はパンプされるってことですか？そうです。1対40パンプとかですよね。そうですね。やばいですね。20点以上21点以上そもそもあったら統率者通すと死ぬんで。確かに統率者通すと死ぬじゃん。っていうところでなんかおもむろにだから最高機構長パンチしますって言ってくるとってなるっていう。でもそっか05だから1回チャンプするかってなるかもしれないですけどね。そうそれ以外のところで回復多いもので、集いっていうちょっと結構懐かしいカードなんですが、ありまして、4マナのインスタントの呪文で、プレイヤー1人を対象としまして、戦場に出てるクリーチャー1体につき2点のライフを得ると。なるほどカードです。これは10体ぐらい場にクリーチャーがいれば当然20点ゲインする呪文という形になりますので、全体に対して20ゼロ修正する呪文という形になります。クリーチャーの体数並んでればフィニッシュ級という形になりますし、最高機構長を通せるんだったら1人は沈められる呪文という形になります。ただその辺は相手依存じゃないかと、クリーチャー展開されてればという話になるので、じゃあ自発的に20点以上を得る呪文なんかあるのかっていう話になるんですけど、20点はちょっと難しいかもしれないんですが、一つはすごいカード見えてるペリオドの介入。これすげえ。これはですね、皆さんアーティファクトやエンチャント合わせて X 個破壊するの方しか使ったことないと思うんですけど、確かにね、これめちゃくちゃアーティファクトやエンチャントを破壊するカードですよね。ヘイアットの介入なんですけど、実は X の2倍の点数のライフを得るっていうモードがあるというね、存在していまして、だから10マナとか注ぎ込めるんだったらワンパンになるし、5マナでも10だし、ライフのゲインする量が2倍になるみたいなクリーチャーとか、カード出てれば、当然致死量に達するんで、そうじゃなかったとしたらそもそも破壊のモードで使えるんで、相性のいいカードということになります。それ以外で言うとスフィンクスのケージね。なるほどね。これまさか X 枚引く方ももちろんいいんだけれども、なるほど、これも時代が普通にね原因のカードだと。実はこれ X でのライフを得るんで、カードも引いちゃって、エクステンパンプとなるほど、いいですね、いう形になっています。もう一個ありましたランタンのきらめきっていうカードなんですけど、8で見た。これなんかスタンダードのカードだぞ。これは白1マナの2マナで、切除を持ってるんですが、切除で使うことは実はあまりなくて、忘れてくださいと。でこれは、クリーチャーやプレインズウォーカーのうち1体対象として、ランタンのひらめきはそれに X 点ダメージを与え X 点のライフを得る、で X はあなたがコントロールしているクリーチャーの数にしてなるほど、自分がコントロールしているクリーチャーの数、ライフゲイン数。そうですね。っていう形で、5体ぐらい並んでれば2マナで5点できる、5ゲインできるカードになるので、効率はいいってことなんですね。結構マナ効率はいいと。でもしマナが十分溜まってるのであれば切除を使ってもらって、 X と2マナ X で切除を打てるってことですね。そうですね。でそうすると X マナの方の X 点ダメージ X 点ドレインという形になりますので、ユーティリティ性高いという形になります。このデッキの紹介としては大体そんな感じになってまして、要は指定された部族の中で優秀なのを並べてパンチしてライフゲインしてくださいと。結構気になったのがあるんですけど、一番上の効果は使わないんですか？
一番上の効果、だから一番上の効果は、おまけっていうか、有効には使っていくんだけれども、だからそういう意味で言うと手札を多めに抱えとく。ドロー呪文は割と多めに積んだ方がいいってことなんですか？そうですね。だからもちろん自動的に5枚以上手札がある状態で、マイアップキープ全員プラス修正かかって警戒得られる方がもちろんいいので、なるべく5枚以上をキープする。そうですね。5枚以上のハンドで、あんまり4枚以下にはしないような戦い方をしていった方がいいと思うんですかね。一応そういう風にできるようにちょっと重くて枚数引けるドロー呪文みたいなのをたくさん投入しています。あとなんか面白カードあります？こんなやってきた中で紹介し忘れた。そうですね。面白カードとしてはですね、手札上限をなくすというカードで、なくした方がいいですもんね。どう考えても。これ俺たちのバルダーズゲートかつカジュアルデッキ御用達のカードがありまして、デカンターオブエンドレスウォーターっていうやつなんですけど、これはいろんな人が俺らの一枚卓で使ってますよね。これね、これに使ってるのよ。手札上限なくなるカードって意外とないんですよね。意外とない。数限られてて、思考の器とかね、塔とかね。しかもこれは手札上限がなくなった上にスケール1点加えられるという。そうですね。3マナのアーティファクトと。これはいいですね。安デッキだとめちゃくちゃいいんですね、これ。確か10円だった気がするし。いいですね、いいですね、いいですね。おすすめですよね。おすすめです。このカードはカジュアルデッキにはおすすめです。なるほど。はい。それ以外で言うと面白いカードとしてはアルハマレットの書庫、何度もいろんなデッキで紹介されてますけど、ちょっと重すぎて使えねえっていうカードなんですけど、これもライフを得るなら2倍得る。なるほど。はい。カードを引くならドローステップのカード以外は2枚引く。めっちゃこのデッキ壁はいいじゃないですか。そうですよ。これワンチャンサーチしてくるぐらいまでありますよ。ちょっとサーチできるかどうかはちょっと加工とか打たなきゃいけないと思うんだけど、結構するんだよね。そうですね。なるほどね。しかもわざわざサーチして5マナのアーティファクトを置くっていう行為はちょっと。なるほどなるほど。はい。あと例えば面白カード、空知の教えっていうカードなんですけど、これはクリーチャーでない呪文を唱えるたびに2マナ支払うと、飛行を持った青の22の尋問ククリーチャー。なるほど。文句が出てくる。文句が出てくる。ただ2マナかかるんですね。エンチャント4マナで設置して2マナかかるってさすがに弱いんじゃねえかって。でも2マナ21飛行のバニラ入れてるぐらいですから。そう一応これね飛んでるトークンなんで、なるほどなるほど。これで勝てるとかいうケース稀にあって、なるほどなるほどなるほど。カジュアルならいいんじゃないかと。絶対これ誰も使ったことある人いないし、多分これも10円なんじゃないかなみたいな。初めて聞くレベルの。そう。でもちょっとテンポ非常に悪いんで、だいぶぐだった状態で後で出てくると強いというカードになります。あとこれも誰も使わないだろうっていう面白いカードね。ロビンの映画。なるほど。これ出たら2点ライフを得てカード1枚引くと。だから20パンプ呪文だと。でその上でインスタント呪文をメインフィーズの間に唱えると戻っちゃう。戻っていくと。繰り返し使えると。これスタンで使ってた記憶あるな俺これ。一応アドリウスコンみたいなやつで一応使ってる人いたよね。でも弱いっすよね。こんなカード入っちゃうんですね。面白いですね。そういうカードで遊ぶのがカジュアルだと。なるほど。いうことでございます。今ので9000円ぐらいで、5、6戦ってやろうぜという。正直ね5ですね。十分9000円でも楽しめますということをはっきりしてね。そうですね。こういうデッキで友達とタッグを囲んで楽しくアジャアジャすると。強化することもねもしかしたらできるかもしれないですからね。できるとは思うんですがっていう。海外とか入れちゃいます。っていう。そんなところで今回の動画は以上になります。はい。おしまい。